毎日雨ばっかりで気が沈むイヤホンレビュー。それどころじゃない地域もあるが、おかげさまで自分のところは今のところ大丈夫だ。さて、そんなわけで、今回も、中国からやってきたイヤホンの話をしていこう。今回紹介するのは、初登場のブランド、ランコアコースチクスから。ランコア RIE880 だ。本機は、このブランドが発売するイヤホンとしては、まだ2代目と、キャラクターがつかみきれていないところがあるな。美しいハウジングと、1台のダイナミックドライバーを持つ、RIE880 は、基本的な構成ながら、高価格モデルに属する、音質としては個性派な印象で、聞いて惚れるタイプのイヤホンだ。また、シェルの方も美しいので、このシェルで一目惚れする人もいそうだな。一方でちょっと商品品質には突っ込みどころもあった。そこら辺を一通り、詳しく見ていこうか。まず、パッケージ、本体、単結晶銅の特徴的なケーブル、それからプラスチック製のケースがついてくる。付属品はしっかりとした印象なんだが、箱出し時点で、本体に取り付けられていた M サイズのイヤピがずっと圧迫されていて歪んでしまっていた。また、本体に箱側の糊がべったりとくっついてしまっていて、ハイエンドイヤホンにあるまじき、くしゃくしゃになったイヤピと、本体にこびりついた糊を除去するという作業から付き合いが始まった。50ドル以下ならこんなもんかで済むが、本機の値段は140ドル。そこはきちんとした品質が欲しい要素のように思う。本体はホワイトとシルバーが選べ、低価格機のような分割線のない、滑らかなボディが特徴だ。装着感もしっかりしていて、耳から外れにくく、当たるような部分もない。黒頼んだのに白来たのは秘密な。5本、と、結構ネタ要素が先行したが、物としてはちゃんとしてる。一体成形のシェルの内部に収まっているのは 9.2mm のダイナミックドライバで、これはもちろんランコ独自のもの。また、ランコは昨年イヤホンを発売する以前から、1992年からケーブルブランドとして活動していることもあって、付属ケーブルはかなり独自色が強い。単結晶銅、銀メッキケーブル。この価格帯のイヤホンと考えても豪華な付属ケーブルだ。グレーのある種武骨な印象すら受ける被膜を持つケーブルだが、他社の上位ケーブルと比肩できる仕様となっているぞ。ぶっちゃけ半分くらいこのケーブルの値段が持っていってると思う。開封時に突っ込み要素はあったが、本体とケーブルの仕上がりもこの値段のイヤホンにふさわしいもの。そうそう、イヤホンの端子はカスタムにピンだ。さて、構成としては1ダイナミックドライバーのイヤホンということで、内部的にはすごくオーソドックスだが、この価格になるほどの開発費を投じているだけあって、音響技術にも特許が関わってくるなど、実力を感じるブランド。その音色の方を見ていこうか。RIE880 はオーソドックスな1ダイナミックドライバー構成のイヤホン。ダイナミックドライバーの直径は 9.2mm と、このタイプのイヤホンとしては平均的なサイズだな。そこから出てくる音は、広くて低音が強い、かなり独特な空間表現を持っていて、密閉型のイヤホンを使っているような感覚がかなり薄い。適正な距離感に加えて、低音の発生源が特定できないくらいに広がる。小さなボックスの中でスピーカーを聞いているような体感だ。高音域、中音域などの表現もしっかりとしていて、かつまとまりが出やすい1台のドライバーで鳴らしている音色なので、音の方にも違和感がない。本機は、EDM やエレクトロミュージック向きのカリカリの高音域は持っていないが、低音の拡散感と同時にパワーが逃げていない相反した2要素を合わせ持つので、この低音表現のおかげでほとんどの電子音楽にも面白い聴かせ方を提供する。生演奏の各ジャンルに関しても言わずもがな。もちろん、ボーカルにも違和感がないので、とても音楽に没入できる仕上がりだ。男女ボーカルともに違和感なし。また、ハイブリッド型ほど高音域や金属音が誇張されないので、独特な空間表現の中で、妙に一体感を感じる音作り。空間表現に一癖ある場合、大体ボーカルは少し不思議な感じに収まるイメージだったんだが、本機の場合、ボーカルはしっかり生々しく、それでいて不思議な空間表現と共存してるんだよな。もっとなってる場所がはっきりしていたりとか、分析的に聞きたい人には、求めているものとは逆のアプローチになるが、いざ聞いてみると、妙に没入してしまい、また何時間でも聞ける独特な一台だ。音色を分解してみようか。高音域はそれほど主張してこないが、シンバルなんかの音もしっかり表現できている。ここは感触傾向が強くなく、耳に刺激的な音色も発生しない。高音が苦手な人にもおすすめできるが、高音が眠たいわけではない、高価格モデルにふさわしい調整だ。中音域。ボーカルが妙に生々しく、楽器などもしっかり表現できる。最近は賑やかな曲ばっかり聴いてたんだが、もちろん音の数が多く、騒がしい曲にも対応できるし、ソロベースとか聴いても温かみがあって面白い。ここら辺はもう何聴いても生々しいな。そして低音域、深い、広い、
それなのに力強い。低音域が全体を覆うような空間表現なのに、それ以外の楽器の音も一切邪魔してこない。僕が低音好きなので、ここが第一印象になったものの、実際聴いてみると全体のバランスが取れていて、高音が明るすぎないので低音よりの印象を受けているだけなのかも。ダークでウォームなのに眠たさを一切感じない調整だ。空間は低音がふわふわと前後左右上下から聞こえてくる感じ。移動しているんじゃなくて、うまく設計された音楽用のホールで聴いてるようなイメージ。特にベースからサブベースにこの傾向が強い。高音はスペック上30ケフズまでの対応だが、サブベース、高音ともに上限下限の音色が出ていない感じもない。自然かつ、それでいて個性もあるめちゃくちゃ面白い一台だ。本気が向いている人は、独特な一台が欲しい人、イヤホンっぽい空間表現から解放されたい人、それから長時間心地よく音楽に没入したい人、逆におすすめしない人は、ハイブリッドのようなメリハリの強い音を好む人、空間表現がもっと白黒はっきりついているものが欲しい人、といった感じ。パッケージの品質がいまいちなこと以外には不満点もなく、しっかりとした世界観を持った、長く付き合える一台だと感じたぞ。と、こんなところだな。全く事前情報がなく、ハイエンドということでかなりふわっふわな情報で触り始めて、パッケージの品質の悪さもあり、箱出しの状態で結構マイナスイメージが強い状態からの主張だったんだが、それが吹き飛ぶくらい独自の世界観があって、そこはうならされる一台だった。しっかり自分が出した値段の価値が確認できるイヤホンは、良い一台だと思う。決して買いやすい値段ではないけれど、ランコは、値段に納得させてくれるブランドになっていくんじゃないかな。といったところで今回はここまで、明日もレビューが待っている、